バイクで携帯を取られ持ち去られました。もうジャカルタ嫌いになる。本当にジャカルタ来ていいことなかったの、そういえば。皆さんこんにちは。現在私はインドネシアのジャカルタにいます。昨日ね2週間滞在していたジョグジャカルタの方から列車で8時間ぐらいかけてインドネシアの首都ジャカルタに来たというわけです。で首都ジャカルタ交通量やばいです。見てください。すごいですね。 Google マップでいろんなマーケットがあったんだけど、マーケットで私初めておおすごいな、さすがだなって思ったのが、重工業系の車の部品とかバイクの部品とかそういう部品系を扱ってるマーケットがめちゃめちゃ多いです。でそんなマーケットもあるよっていう感じです。で今私が向かっているのは独立記念塔です。で高さがね132メートルもあって結構大きいらしいのだ。で今からそちらに向かっていこうと思いますね。こういうのさマジなんか通す気ないでしょみたいな道がめちゃめちゃあります。これ酔っ払いは絶対注意ですね。てな感じでジャカルタ編レッツゴー。あったあった、多分あれがモナス。なんかさ自分今さこれダメだろここに立っちゃうっていうようなところにいるんですが、大丈夫でしょうか。このタイミングを見計らっていきたいと思います。はい、今渡れました。でね、なんかモスクの目の前にはフラミンゴのオブジェがありますね。あと可愛いなんか観葉植物なんかよくわかんない南国にありそうな木が生えてますね。グラブで行こうとしたんだけど、グラブだとね10分待っても来ないわけですよ。まあそうだよね、日中でもこんだけ交通量すごかったらまあ来ないわなと思いながら、待つ時間あるなら歩けよって自分に言い聞かせて30分以上歩いてこちらまで来ました。今回のホステルはね口コミ良かったから泊まってみたけどそうでもなかったので割愛します。ちょっと今はい入場しました。お邪魔します。おおすごいね。なんか私さ写真で見た感じなんか細長い棒じゃんと思ったけどさ、意外とこう見ると遠いけどしっかりしてますね。なんかね登る人はねちょうど110メートルの地点まで行けるらしいですよ。ですが2時間ぐらい並ぶらしいので、私は2時間並ぶことに耐えられる自信がないので、しかも高所恐怖症っていうのもあって高いところにあまりそそられないということがありまして、今回はそちらも割愛させていただきます。ごめんなさい、なんか割愛ばっかで。ホステルに泊まってるパキスタンの男性がいて、その人が教えてくれたんだけどね、インドライブっていうアプリをインドネシアでは主流に使ってるみたいです。で私もインドライブ入れました。グラブでだいたい日本円で500円ぐらいの距離がインドライブだと350円になりました。だからインドライブの方が全然安いんで、ぜひねインドネシアで観光するよっていう方はインドライブジャカルタで使ってみてください。そんな感じで話してるとねどんどん近づいてきましたよモナスが。ジャカルタはねジョグジャカルタに比べて全然自然感もないコンクリートって感じで、はい、今ね到着しましたよ。目の前にめちゃめちゃでかい、はい、大きいです。こちらが132メートルモナス独立記念塔です。1961年に着手して14年かけて1975年に完成したらしいです。すごいね大きいです。上に乗ってるのが何か分かりませんが、上に黄色い塊乗ってます。132メートルってことは私が169メーターなので身長、私を90人とか100人弱そこら辺担いでってやってたらこんぐらいの高さになるっていうことですね。それではこっから見えてるんだけどね、多分ね分かるかな、見えるかな、あそこのマレッチョくなってる、これマレッチョくなってるやつが多分アジア最大のモスクらしいんですよ。名前がねなんだっけ、イスクトゥイラルモスクみたいな名前のやつだった。そこに行ってみようかなと思います。もしかしたらね中入れないかもしれないんだけど、時間帯とかあとは運が良ければ中の無料ツアーとかもあるらしくて、私今日半袖で来ちゃってるけど羽織が貸してもらえるらしいので、そちらを借りて行こうかなと思います。ちょっとね結構遠いんだけど、頑張ってちょっと涼しいんでね歩いていこうかなと思います。以上モナスでした。はい、今ねイスティクラル大モスク、東南アジアで一番大きなモスクに来ました。ちょっと今入り口を探しているところなんですが、この前にね、はい、なんとジャカルタ大聖堂があります。こんな至近距離でイスラム教とキリスト教を拝める。今ここの中間にいます私。すごくない？こっちがキリスト教ジャカルタ大聖堂、こっちがイスラム教イスティクラル大モスク。すごいよね。ちょっと入れるか分かんないけど、とりあえずちょっとツーリストの入り口かなんかあるかちょっと探してみます。はい、残念でございます。なんとね朝の10時からやってて今もう閉まっちゃったらしいです。あそこのおっちゃんたちが優しく教えてくれました。残念。これ中見たかったな。運が良ければそのガイド付きで入れることがあるらしいんだよね。で私 Google の口コミ見てたけどさ、結構いろんな人が入ってってるようなイメージだった。今現在ね15時なんだけど閉まってますね。で金曜日はなんかお祈りだから多分入れないんだけど、多分
分モスクはどこも金曜日は入れないのかな。一言、はい、こっからの景色になっちゃうけど、はい、こちらが東南アジア最大のイスティクラル大モスクでした。あ、待って、なんかさ、モスクのさ端にね、フードとクラフトって書いてる、なんかちょっとちっちゃなマーケットみたいなのが向こうとここにありますね。ちょっと行ってみましょう。フードはやってませんが、お土産屋さん、5万ルピアだったらもう日本で500円ぐらいでなんか布 T シャツが買えるのかね。なんかフェンディみたいなあ、これはキティちゃん、シナモンとキティと、ああ、ここはサンリオ系ですね。なんか全然可愛くないサンリオがシンデレラですかね、これは。ね、ジャカルタマジでね、猫が多いの。かわいい。インドネシアはね、ジャカルタもジャカルタも野良犬がいないです。猫がめっちゃ多い。またほら、猫マジで1日に100匹ぐらい見ます。暑い暑い。お邪魔しました、イスティクラル大モスク。はい、それではこちらの出口から出ると目の前には、キリストのジャカルタ大聖堂が見えると。素晴らしいですね。だから猫ちゃん、現地の人が買ってる、なんだろう、何これ、春雨、なんか美味しそうなのあるから買ってみます。ポテト、ソクン、OK。 What is this? Cinco? Hash Indonesia. OK。 バナナ OK。 10,100円です。今のでめっちゃ安かった。なんか現地の人が買ってたから。じゃじゃーん、今なんか買いました、フライを。でね、どこで食べようかね。食べる場所がないのだ。もう食べる場所がないのだ。あんまり話しかけないでほしいのだ。食べたいものがあったら自分で買うのだ。いいの？はいあ、なんか座れそうな場所があるので食べようかな、向こうで。どれから食べようか。最初じゃあちょっと無難なさつまいもから食べましょうか。これさつまいもって言ってたね。これいただきます。うまい。これ日本で食べるねさつまいものフライよりも全然うまい。サクサクカリカリ、めっちゃホクホク。あったかかったら最高だね。ビール飲みたい。うまいうまいうまい。ちょっとさ、これ気になるからこれ食べてみるね。マジで何なんだろう。これいただきます。なんか美味しくなさそうだね、あんま。あ、中が白い。なんかね、味はさつまいも。食べたことない。フルーツなのかなと思ったから甘いのかなと思ったの。全然さつまいもの味がする。なんちょっと食べかけ食べんね、ごめんなさいだけど、中が白くて結構モサモサしてる感じ。麺として食べたらさつまいもかなって思う。こんな感じです。それじゃあ次これなんかシンコウって言ってたね。よくわからないです。これ食べてみます。パイナップルみたいなんか。じゃがいも。これ美味しいよ。これ何、じゃがいもみたいなやつ。これも中が白い。美味しい。なんだこれ。ようわからん食べ物ですね。うまいです、うまい。ガキンチョがね、隣でシャボン玉やつで可愛いです。ではもう一つ、最後バナナ。これね、ジョグジャカルタで一回食べたんだよね。まあでもこっちのバナナどうなのかなと思ったから食べてみます。いただきます。美味しい。想像通りの味です。中にバナナが丸ごと入ってて、ねっちゃりした衣があって程よい甘み。バナナはそのまま食べたいかな、さすがに。さつまいもに感動しました。うますぎて。ナンバーワンさつまいもです。とりあえず目の前にあるじゃじゃん、あちらの大教会ジャカルタ聖堂にこれ食べたら行ってみたいと思います。はい、ジャカルタ大聖堂の周りにはね、インドネシア柄の国旗たくさんあります。たくさんというか長くあります。おー、すごい綺麗。すごいね。多分大聖堂に来るのはベトナムのホーチミン大聖堂、あそこ行った以来に多分大聖堂は来ましたね。入場料とかはかからずこちらから入れるらしいです。あちらが有名な聖母マリア様ですね。なるほど。大きいです。でこの目の前向こうにはちょっと綺麗に隠れちゃってるけどイスティクラル大モスク、さっきいた場所があります。その向かいに来たらこちらのジャカルタ大聖堂に着くという感じですごく近いのでね、合わせてセットで見学してみてください。今入りましたよ。ここ1899年って書いてあるけど、一番最初に完成したのは確か1810年です。で1810年に完成したんだけど火災で1回燃えてなくなっちゃったので1901年に再構築したっていう風に聞いてます。神聖な場。周りの壁画もすごい綺麗ですね。これ2階もステンドガラスで、あそこがすごい綺麗になってる。サイゼリアの豪華版みたいな感じです。ちょっとね、お祈りしてる人がいるから静かにちょっと見てみたいと思います。ここからちょっと喋れません。って感じです。すごいね。なんか私はあんまり教会とかに来たことがないからお祈りの仕方とかよくわかんないんだけど、こんな感じでめっちゃ綺麗です。お邪魔しました。ここもねちょっと逆光になっちゃうけどステンドガラスっぽくなってます。綺麗だった綺麗だった。なんだろう、なんかね、あそこに私は3分ぐらいしか座ってなかったですが、座ってるだけで涼しい。
っていうのとはまた別に心がスッとなんか軽くなるような感じでした。別に私はなんか宗教の概念そこまでないのですが、お邪魔しました。で今から向かうのはこっからね電車で40分ぐらい行ったところに駅がこの近くにあるから、電車でパサールグロドックっていう中国風の屋台が並んでるところがあるらしくて、そこ結構大きくて好評なのでそちらに、向かってみたいと思います。はい、皆さん最悪です。マジで泣きそう。今携帯こうやって持ってたらバイクで携帯を持ち去られました。はい、最悪です。取られましたので今から警察に行きます。Thank you。あ、もう最悪マジで。Yes。Sorry。Thank you。Yeah。Where you going in police？いや今見てたお兄さんがね、ポリスまで連れてってくれます。あーもう最悪どうしよう。絶対もう携帯なんて戻ってこないよね、一回取られたら。油断してたわ完全に。なんか二血した男性だったんだけど、その人が、携帯を持ち去りましたね。今ね見てたおっちゃんが連れてきてくれました、警察に。このおっちゃんですね。いやーマジ何やってんだろう本当に。最悪や。戻ってこない気がする。Depan gereja orangnya lawan arah belakang. Thank you。そうですね。Thank you。今なんかその警察の方についてってるけど見つかる気がしないですね。Jambretan。Thank you。とりあえずここに座ってろと言われました。あ、最悪や。なんならまだこのカメラを撮られた方が良かったね。道路からちょっと離れたとこあったんだよね。そこで携帯をいじってたら二血した男性2人組の後ろの人がぴょっとこれを手を伸ばして持ってったっていう感じで、そこの時に叫んで周りの人もなんかわーって言ってたけど、バイクだからもう追いつけないよね。見つける手段ってもうない気がする。ホステルに戻って iPhone を探すの機能を使ってあれやるか。いやでももうなんか取り返しに行くのも危ないもんね。いや最悪。もうジャカルタ嫌いになる本当に。ジャカルタ来ていいことなかったの、そういえば。さっきなんか大聖堂を拝めたくらいです。最悪マジで。とりあえずいやFollow him. To report to Polres. Polres. In hike. You follow him to report to Polres. Oke. Ya bang ya. Polres yang mau arah ke PRJ sebelah kanan nih. Iya, yang susu. Oh, kota susu. なんかこっちの警察官もあんまり動いてくれてる気がしないですね。今結局なんかダメだったのかな。出てきて今またこのおっちゃんについてってます。どうしようもないね、もうね。最悪です。私結構もうクレジットカードとかも連携してるからやばいかも。This I am motorcycle。今ね日本円で300円のところまでちょっともう連れてってくれます。とりあえず多分そこに行ってどうするのかな。ホステルまでの帰り道が分かんない。そういえば帰り方も Google マップがないから分からないって感じです。とりあえず行きます。今なんかたらい回しにされてるんですが、警察署に来ました。こちらですね。今説明してくれてます。もうなんかもう見つからないの分かってるからあれなんだけどね、一応被害届ということで。いやー最悪ですね。今また外に出てるんだけど、なんでかっていうと携帯を取られたってなっても空箱がないとダメらしくて、裏のナンバーが知りたいらしくて、で日本にあるって言ったら今すぐ友達に送ってもらって、それをプリントアウトしてまたここの警察署に来てくださいっていう話で、おっちゃんがホステルまで送ってくれるんで、それでホステルまで行ってパソコンがあるからで、それでプリントアウトしてまたここの警察署に来るっていう感じです。とりあえずホステル行きます。はい、ホステルまで帰ってきました。ホステルまで帰ってきて写真をプリントアウトこのホステルでして、ジャカルタの先の警察までさっきのおっちゃんが今外で待ってくれてるんで、そっちにまた向かおうと思います。今このおっちゃんが無料で、ポリスのところまで連れてってくれるみたいです。周りの人が今すごい協力してくれてて連れてってくれてる。いやー、so dangerous。Yeah, be careful. Okay。はい、今帰ってきて今ホステルのロビーにいます。結局スマホは見つかりませんでした。
スマホ奪われたら帰ってくることはまあないっていうのは分かってて、それはもう諦めてるんですが、まあびっくりしたのがね、ジャカルタの警察、まず手続きの時間がめちゃめちゃかかるでしょ。レポートはね作ってもらったんだけど、なんかレポート書みたいなのを作ってもらって、待って、もうなんかいろいろありすぎてちょっと頭が回ってないんだけど、ジャカルタは本当にね盗難ひったくりとかが多いからマジで気をつけろって言って、ここのホステルの人にも言われてて、ジャカルタの人がジャカルタは危険だっていうのだから、多分ジャカルタは危険なところです。治安が悪すぎ、もうね切り替えていくしかないなって思った。だからここで旅を終えるとか一回日本に帰るっていう決断はしないです。このまま旅は続けます。はい、本当にね身をもって体験しました。甘かったなと思ったね。ぶっちゃけでもね、切り替えますとか言った後にこんなこと言うのはちょっとあれなんだけど、まだね携帯あれ新しい iPhone14 で分割終わってないんだよね。しかも私8万もしたさヴィトンのスマホリングつけてたの超バカだよね。そこだけはね本当に自分バカだと思います。まあ自業自得な面もありました。最善な行動とはもう全然よく分かんなかったです。はい、でね、私今日ねバイクに乗せてもらってる時にやけどしてね、足めっちゃ腫れて傷になってんだよね。やばい、超でっかい水ぶくれみたいになってる。超黒いから見せないね。こんぐらいの水ぶくれがねボコンってふくらはぎにできてて超痛いですっていう感じで、食べ物紹介からしたいと思います。とりあえずね、私が今日買ったのはねこれ、なんかもう日本が恋しくなっちゃって和風ラーメン買いました。日本が恋しいよ。であとね、私ジョグジャが恋しくてジョグジャでハマったミーゴレン、これを買いました。でね、コンビニのスタッフがなんか打ち間違えちゃったらしくて高くなっちゃったんでね、200円ぐらいだったんだけど、払うから別にいいよ気にしないでっていう風に言ったら、ごめんなさいで言ってさ、フリーって言ってなんかよくわかんないジュースつけてもらったんで、これも一緒にいただこうと思います。いただきます。このよくわかんないジュース飲んでみますね。切り替えよう。いただきます。あ、これ美味しい。ファンタめっちゃファンタの味する。数年ぶり。ファンタオレンジの味がします。和風ラーメンいただきます。携帯いじりたくなる。続いてたんだな、習慣で。携帯がなくなると手元が寂しくなる。別に和風ラーメンっていう感じではないです。普通。この私が好きなミーゴレン食べます。いただきます。ジョグジャの温かい雰囲気を思い出す。なんか涙が出てきそうだけど普通にこらえてます。きっと今日はカプセルホテルの中で一人で泣きますね。これ多分ギャンギャン泣いてさ、もう最悪っていうのが動画的にいいのかもしれないけど、泣けないです今は。やっぱ海外って怖いね。まあそんな感じで私はここで今日はご飯を食べて寝て、明日また警察署に行って、特にもう出歩く気もなくなってしまったので、これといってめっちゃ行きたい場所みたいなのはないので、ジャカルタ編はここで終わります。バイバラー、またね。はい、皆さんこんにちは。後日、今ねもう私はねジャカルタのヒカルノハタ国際空港にいます。もうね今日がラストジャカルタということで、次に本日からスリランカに飛びます。でね、3日間あったんだけど、あれから3日間考えて今に至ると。まずね、何があったかっていうのを改めてお話しすると、モスク見たり教会見たりで私は結構浮かれてたわけで、いつもさ腰のね、こういう腰のところにストラップつけて、で携帯つないでたりするんだけど、取られないように一応なんかつけてますっていうアピールなんだけど、その時ね、あの日してなくて何も。ジャカルタマジで危険だから携帯は気をつけてねってね、ホステルの人にも言われてたから、重々もう私気をつけてたつもりなので、本当にね3秒ぐらいの出来事だったんだよね。モスク回って教会行って、次市場行きますって言って、多分一回動画切ったんだよね。で動画切って歩道で携帯開いて Google マップで位置情報確認しようとしたら、ブーンって私の横をね歩道を乗り上げてきたバイクがいたの。ブーンって来て、と思って気づいたらもう手に携帯がなかったって感じ。あ、今取られたんだと思って、振り返った頃にはもう米粒だよね。でその後にやっばい、携帯取られたって閉じつくんでたの。そしたら近くにいたグラブのおっちゃんが、とりあえず乗れ、今から警察連れてってやるって言ってくれて行ったんだけど、まず日本人だしスマホをなくしたらもう帰ってこないもんだとみんな思ってるんだと思うんだよね。それでもいろんな警察署をねたらい回しにされて、結局私は一番大きい警察署に行ったの。すごい大きかったんだけど、でそこに行っ
てモスク周辺で携帯取られましたっていう話をしたら、携帯の箱今持ってるかって言われて、スマホの箱、旅にスマホの箱持っていくバカどこにいるんだよ思っちゃったの。バックパッカーだしね。でね、結局 CDR ナンバーがないとダメだから今すぐそれコピー持ってこいって言われて、でじゃあホステル戻ってパソコンにあるシリアルナンバーあるからそれをコピーしてまた警察署に行かないといけないな。分かりました、じゃあまた来ますってそのうんちゃんにお願いしてホステルまで送ってもらって、パソコンでシリアルナンバーのやつ出して、でそれをホステルでコピーしてもらって、でそのコピーとパソコンを持ってまた警察署に向かったので、警察署に着いてコピー持ってきました。でそこからがマジで長くて、私の iPhone を探すの機能で今の位置情報を確認したいから、取られた iPhone の位置情報を確認したいからパソコン使わせてって言って、あいいよって言われて Wi-Fi につなぐ、今私が取られた iPhone の位置を確認する、したらね、そう遠くない距離にあるの。でもこいつが電源切ったらもうパソコンで追跡もできなくなるから、今のうちにで私はさ、もうここに行きたい、今すぐここに一緒に連れてってって言うんだけど、とりあえずはポリスレポートを作らないといけないって言われて、ポリスレポートを作る場所がまた別であるんだよね。そこに連れてってもらってパソコンでカタ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 やってるんだけど、でサッカーやってたのよ、インドネシア対どっかの。ずっとねサッカー鑑賞しながらみんなで盛り上がってんの、周り警察官たちが。でなんかヘラヘラしながらでみたいな感じでこっちに聞いてきて、だからみたいな感じの話をずっとしてて、で結局2時間半ぐらいかかってレポートができます。でレポートができて警察がじゃあ今から追跡しよう、その iPhone を探すで、分かりました。私はパソコン開いて iPhone を探す、さっき見れたから今も見れると思うっつって開くじゃん。もう電源切られてるのね。で結局じゃあ iPhone を追跡する、ずっとオンにしてそれ見張ってろって言われて、それオンになったら今飛んでくからみたいな。結局ね2時間弱ぐらいかな見張ってたのね。私はパソコンで位置情報を、その相手がオンにするの、携帯をオンにすればまた iPhone で探すで位置情報が見れるようになるから、パソコンと見つめ合ってたんだけど、結局確認することができず、私はホステルに戻ったの。ホステルに着いてパソコン開いたら、なんとねiPhone がオンになってるわけ。全然まだそんな遠くない、私が取られたところからもそんなに離れてないところで携帯がオンになってて、もう諦めてんだよ、諦めてるんだけど目に見えちゃうから、自分の iPhone が今ここにあるんだって分かっちゃうから、あの機能って。でここにいるんだ、高く売れるよそれと思いながらさ、しょぼくれてたのね。そしたらよ、カメラ切った後に日本人男性が現れたの。で携帯取られたんですっていう話してから、そのお兄さんが貸してくれて携帯で、私電話かけれて日本のその保険の方に。で結局そのポリスレポートっていうのを出してくれれば帰国時に保証額が出ますっていう話だったから、そんなにね金銭面のその負担は少ない。失ったものって言ったらね、この旅中に使う綺麗なカメラ、写真とか広角レンズとかね、そういうのができなくなっちゃったっていうのと、全然バックアップ取れてない分の動画があったんだよね、携帯での。そういうのも消えちゃってっていう感じだったかな。切れてるんだけど携帯は未だにね追跡できてるんですが、結局残りのその後の2日間はお兄さんとずっとスタバにいました。マジで助けられたのでね、やっぱりその方も言ってたからすごい元気つけられたのが、スマホはまだ物だし買えばどうにかなるし、失ったとしても死ぬわけじゃないけど、命を失ったらもう何もできなくなるよねっていう話で、私はねタフな命があるわけですよ。なのでここでくじけてたらなんか面白くないよね。でなんかね本当にね発想転換ができるようになりましたの、その人のおかげで。だから私はねなんかもう携帯なくてもいいやっていう感じで、なぜならなんだよ。なぜならこのバッキバキの iPhone なんだけど、私サブでね何も SIM とかも何も入れてない重要な写真とかを念のためこっちにも保存しとく用の iPhone があったのでね、こっちね eSIM が使えないから物理 SIM を買わないといけないんだけど、バッテリーもクソみたいに減りが早いからモバイルバッテリーを持ち歩かないといけない感じなんだけど、まだねこいつがいるからね安心なんだよね。今までのことを整理して話すとこんな感じです。ただ本当に悪い人よりもいい人の方がもちろん多いです。ジャカルタあのままね終わるのが嫌だったし、多分みんなも何があったのかっていうのがとりあえずもう携帯取れたんだこいつっていうまでしか分かんなかったと思うんで、今整理して今ジャカルタの空港でもう飛び立つんでね、今ね第2ターミナルなんだけど、ラウンジねめちゃめちゃ空いてます。こっからずっとスリランカ楽しんでいこうと思います。もう切り替えてるんで心配しないでください心配してないよみたいでね、私日焼けしたの分かる？足なんか B さんの跡がくっきり残ってるぐらい日焼けしました。バックパッカーらしくなってきたかななんて、ほら手のひらを見ると分かるでしょ、全然色が違うの分かるねっていう感じで、ちょっと心配かけるような動画になってしまってごめんなさい。ジャカルタは本当に危険なところなので、日本にいるような感覚で言ったら多分死にます。運悪ければ死にます。ちょっとでも気抜いたら貴重品取られるので気をつけてください。次にまた別でスリランカの旅の動画を出すので、ぜひそちらも見てください。あんまり面白いような内容ではないんだけど、グッドボタンお願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。
myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.